名古屋市長が広沢一郎さんという方が受かったっていうのがあって、減税日本っていうもともと名古屋市長をやっていた河村隆さんがやっていたところの副代表の方が、河村さんが衆議院議員になったので、なので広沢さんが後継者として名古屋市長に行きますよっていうので、世間的にゼロ角というやつで、なんで僕は減税を実現できる人がいいよねと言ってるかというと、名古屋市の減税 5% 減税しましたって言っても、別になんか手取りでいくと給料の低い人だと年間数千円とかその程度だよねっていう話はあるんですよ。で、別に数千円ぐらいだったら減税なんかしなくても大して変わらないんじゃねっていう風に割と言う人多いんですよね。他の自治体にはっきりしてほしいから僕言ってるんですけど、数千円ぐらいの減税がそんなに大事な話かのように取り上げるのかっていうと、減税をするためにはまず総務省の許可は基本的に許可がいるんですけど、赤字の地方自治体です。なのでド赤字ですっていう状態で減税したいですって言っても、ふざけんなって言われてしまうわけですよ。名古屋とか東京とか博多とか地方自治体が黒字で回ってるところであれば黒字で回ってるんだから税金減らすよねっていうのできるんですけど、お金全然足りないです。国からお金もらってなんとか生き残ってますっていう夕張、破綻しちゃったけど、破綻しそうな地方自治体とか税収増やそうとしても、ふざけんなってなってしまうんですよ。なので名古屋の中で減税しようとした時に、100億円まずじゃあその支出を減らしてください。で、支出を減らすことができたら減税していいですよっていうのが一応総務省がそういう許可を出すっていう条件になったんですよね。河村隆さんの時に100億円減税、名古屋市の支出を減らして、で、結果として 5% の減税をしましたって話なんですよ。これ別にね、総務省の権力とかではなくて、例えばじゃあ地方自治体で、じゃあ北区赤羽が全員無職で収入が一切なくて、税収ゼロですと。税収ゼロの状態で、じゃあ住民税も 0% にします。だから必要な額は全部国からくださいって言って、国から全部もらうってやっぱおかしいじゃないですか。国からお金をもらっている状態で減税をするはさすがに変だよねと。他の地域が働いて税金を払って、で、それでなんかこの地域は税金払わないで勝手にお金もらってますとなると、それは良くないよねっていうのがあるので、なので少なくとも地方自治体としては、国からのお金をもらわない状態で維持できるぐらいになってから、減税って言い出してくださいねっていうルールがあるんですよ。名古屋市は減税をするために、まず何をしたかっていうと、市の支出を減らすというのをやったんですよ。市の支出を減らすっていうのってむちゃくちゃ大変なんですよ。今まで国家予算って基本的にずっと上がってたと思うんですよね。で、政治家っていうのは自分が橋を作りますとか、企業の誘致をしますとか、この企業にこういう仕事を発注しますっていうお金を動かす力というのが権力になるんですよ。財務省が日本の闇の権力であるっていう、なんて言われるのかっていうと、財務省が国家予算の配分を決める権限を持ってるんですよね。なので総務省にいくらですとか、経済産業省にいくらですとか、国土交通省にいくらですとか、じゃあ新幹線を作るんだったらこれぐらい出しますよとかっていう細かい金額の割り当てというのを実は財務省がやってるので、お金持ってる人偉いよねっていう風になりがちなんですよ。結局みんなお金欲しいよね。お金欲しいからどんどん増税して、そのお金を配るという形にした方が権力持てるよねっていうので、基本的には政治家の人たちっていうのは、増税をして自分たちの持ち分お金を増やして、そのお金を配って人気を得るってやりがちなんですよ。去年だっけ、岸田さんが住民税非課税世帯に10万円払うっていうのをやったんですけど、あれで割とその自民党の支持率やっぱり上がったんですよ。でもそれって本来働いてる人がお金払って、そのお金を政府が取って、それを配ってるんですよ。ありがとうって言うんだったら労働者に言われるべきはずなんですけど、なぜかありがとう岸田さんっていう。で、安倍さんの時代はありがとう安倍さんみたいなこと言って、なぜか喜んで自民党に感謝をする。いやいや、その金払ってるの自民党じゃないよ。労働者だよ。っていう。なので、そのお金がどこから来たかという先の話が考えられない人って多いんですよね。自民党岸田首相がお金を払ったから、岸田首相のお金である。ありがとう岸田首相。違うと。政府にお金払ってるのは誰なんだ？労働者でしょ？会社でしょ？法人税とか所得税でしょ？なので、本来であれば、納税者に感謝しなければいけないんですよ。でもなぜか、一歩先のことを考えられない人っていうのは日本結構多いので、なぜか自民党の政治家に感謝しちゃうんですよ。自民党の政治家が労働者とか会社から金をバーッと巻き上げて、で、それをって配ったら、なんか自民党の政治家いい人じゃんっていうので、なぜかそう支持率が上がってしまうっていう、これ頭の悪い人が多かったんですよ。これは頭の悪い人が大衆が多いのは仕方ないよねっていうのは、僕は思ってはいるんですけど、ただ本当にやるべきことは、政治というのは支出を減らして、労働者とか会社とかが、そのお金を自分たちで稼いで自分たちで使えるようにすべきなんですよ。例えばじゃあお金を稼いだ人、20代ですと、高卒ですと。
毎年300万円ぐらい稼いでますと。その人が、じゃあ税金取られないで、プラス20万円ぐらい手元に残るようになったら、全大学とか通信制の大学行ける可能性があるんですよね。20代です、高卒ですっていう人が通信制の大学に行って、で、4年後に大卒として仕事をしますってなると、やっぱり転職する時の幅も広がるし、転職する時の給料も上がるしっていうので、その人が稼げる能力が上がるんですよ。労働者の平均給料に行ってない人っていうのは、まずお金を取るんじゃなくて、給料の高い仕事に就くためのスキルだったり、勉強する時間だったりとかにお金を使ってもらわないと、日本全体の経済効率というのは良くならないんですよ。例えばじゃあ、ワーキングプアみたいな人で、外食産業で毎日泥のように働いて、サービス残業が多くて、計算したら時給1000円いきませんみたいな人で、一生懸命毎日働いてるんだけど、給料が16万円、17万円ぐらいで、手取りにすると12万円なので、だいたい年間に150万円ぐらいしか手元に入りませんっていう人がいて、年間150万円で家賃払って飯食ってってなったら、これから大学に行こうとか、働く間に時間を作って資格を取ろうとか、勉強する時間を作ろうってならないんですよね。なので、基本的には僕は低収入の人というのは税金を取るべきじゃなくて、むしろ自由な時間とお金を与えて、もっと稼げるようになってくださいっていうのをすべきなんですよ。じゃあなんでそうならないのかっていうと、減税しようとすると反対する人たちっていうのが大勢いるんですよ。国民民主党の玉木雄一郎さんが減税するって言って、見事に反対する人たちが声を荒げてますけど。なので、ああやって減税をいかに止めるかっていうのをやろうとしちゃうんですよね。今回の名古屋市長の選挙でも河村隆さんが減税っていうのをやったんですけど、今回受かった広沢一郎さんは、減税は継続しますって言ってるんですよ。で、他の対抗の人たちって、減税を継続するかどうかは、ふわっとさせてるんですよね。なので、下手したら、やっぱ減税やめるわっていう可能性もあるんですよ。減税しない方が味方が増えるんですよ。じゃあ自分が市長になりました。で、市長になった時に、あなたの会社に仕事を発注してあげるから、あなたの会社の労働者に僕に投票するように言ってよとか、職員さんの給料とかも、俺が受かったら、名古屋市の職員の給料を 10% 人件減らしたっていうのをやめて、10% 増えるよ。俺に投票した方がよくねとかっていうのが言えちゃうんですよ。なので減税をしないで、どんどんお金を増税をして、それを自分が配るという人の方が、やっぱり人気が出ちゃうんですよ。なので、そういう人気が出ないようにするためには、やっぱり減税をせざるを得ないよねっていうところなんですけど、ただそれをちゃんと実現して、きちんと例えば減税するって口だけで言ってもしない人いっぱいいるんですけど、減税は必要だよねっていうものの、今やんなくてもいいよね、1年後だよねって言って、で、1年後には減税については一切喋らないみたいな。お前1年前に減税する言うてたやんみたいな。でも別になんか1年前とは違うんだとか、俺にそんな権限はないとかっていうので、いろんな言い訳をして減税をしないっていう人がいっぱいいるんですけど、なのでそうならないようにするっていうのをやらなきゃいけないよねって話です。なので、やってることがそいつの正体っていうのがあるんですけど、口先ではいくらでも言えるんですよ。人類みんなで愛してますとか、人々が幸せになりますようにとか、僕は自分の財産、お金とかよりも他の人にお金を配るのが幸せなんですって言ってるけど、配ってねえじゃんっていう。お前めちゃめちゃがめてんじゃんみたいなのが、結局その言ってる口先の言葉と実際の行動が違う人っていうのが多いんですけど、その場の口先に騙される人多いんですよね。例えば、能登の復興の話とかでも、今年の1月に地震が起きたんですけど、で、その時に僕、復興されない可能性結構あるよねと思っていて、復興より移住とか言ってると、本当に復興のお金が動かなくなるし、復興させなくていいんじゃね？移住でいいんじゃね？っていう人たちが割と動いちゃうんですよ。なので、復興すべきであるっていう風な言った方がいいですよって話をしたんですけど、復興より移住であるっていう人たちが割といたっていうのがあって、で、その後財務省も復興より移住っていうのを言い出しちゃったんですよね。なので、復興するんじゃなくて移住させるための予算を使いましょうみたいな。で、じゃあ実際移住した後に誰も住まなくなった土地ってどうなるんですかっていうのをちゃんと考えてる人あんまいないんですよね。例えばじゃあ日本海沿いというのは石川県とか新潟県とかって拉致被害者っていう人たちがいたじゃないですか。なぜ拉致被害者という人たちが日本海側のしかも地方にいたのか。要するにそこら辺の人たちをさらってその人たちの行動パターンをきちんと把握してでそこの地域がコントロールできるようになると何らかしらの戦争行為があった時に有利だよねって考える国がいたんですよ。これ事実なんですよ。別に陰謀論でも何でもなくて。で、拉致られた人が多い地域って割と原発のある地域の近くだったりするんですよ。原発のある地域の人を拉致って、で、その人たちがどうやって暮らしてて、どういう言葉遣いをしてっていうのを確認して、で、工作員を作って、そこの地域に住まわせて、ワンチャンそこで原発の職員とかになると、戦争が起きた時にその原発を爆発させるとかも可能かもしれないんですよ。
よ。なんか本来フェイルセーフがあって、原発なんか職員の手作業とかで爆発するなんてできないよって言ってたんですけど、茨城県で本来やってはいけない手続きをやって臨界を超えてしまって大爆発をしてしまった事件とか、福島の事件とかでも結局津波が来た時に電源をオフにすると排水用のポンプが動かないから臨界超えるよねっていうのがやっぱり分かってしまったわけじゃないですか。2回も失敗してるんですよ。原発もともと安全だよねって言ってたんですけど、全然安全じゃないじゃんっていうのがあって、人が住まない地域というのを作ってしまうというのはリスクでしかないんですよ。尖閣諸島っていうところも某中国がなぜ自分たちの土地だって言い始めたかっていうと、日本人が住んでないからなんですよね。もともとあそこって漁をする人たちの中継基地として尖閣諸島に住んでる人もいたんですよ。なのであの時代は日本人が住んでるから別になんか尖閣諸島の領有がどこみたいな話なかったんですけど、今って尖閣諸島誰も住んでないので、じゃあそこ俺の土地とか言い出しちゃうんですよ。竹島っていう島が今実効支配されてるんですけど、あそこも日本人が住んでなかったので、韓国がじゃあ住み始めて、もう住み始めて20年とか経つのかな。そうすると日本人は竹島に行くことはできません。でも韓国の人たちは独島という名前で韓国国内で普通に観光で使うことができます。で、そこにも軍事施設がありますとなると、多分4、50年経つと竹島というのは韓国が実質支配をしてもう50年以上経ってるし、韓国人も住んでるんだから、これ韓国だよね。っていう風になる可能性があるんですよね。尖閣諸島も3ヶ月ぐらい前に中国が日本の領空に入ってきたんですけど、で、それも入ってねえよって中国言ってたんですけど、実際入ってたっていうのは認めたんですけど、っていうのがあって、実効支配をやろうとするんですよね。で、フィリピン沖とベトナム沖は確かね、人工の島を作って、で、その島に中国人が住んでるんだから、これは島だよね。だからここは自分たちの領海だよねっていうのをやろうとしてるんですよ。っていう感じで、人が住まない地域というのは何が起こるかというと、他の国のターゲットにされてしまうよねっていうのを考えると、能登って山深くて奥に行くのに一本しか道がないから、救援にも行けません。ということは、何かあった時に、能登の先に行くことはできないよねっていうのを日本人が自ら今証明したわけじゃないですか。能登を助けに行くの大変だよね。1月の段階でボランティアの人たちが行こうと思ったら、道が混雑してるから、行くのは難しいよね。行かないでくださいという風になってしまった。ということは、じゃあ何かあった時に、仮にね、鈴のあたりに他の国が軍事施設的なものを作りました。で、そこの軍事施設的なものの中に外国の人たちがいて、で、そこの能登の街道をぶっ壊しました。橋を落としました。ってなったら、日本の戦車とか自衛隊の人たちが行けないんですよ。だって道路一歩しかないんだもん。で、そうすると、そこってじゃあ物理的にはもう隔離された場所になるよねってなって、日本人をこう誘拐なりなんなりして人質にして、で、そこでずっと5年10年私たちはここを確保しますって言われたら、確保されちゃう可能性あるんですよね。ウクライナの戦争ってすぐ終わるって最初言ってた人いると思うんですけど、結局ウクライナの戦争まだ終わってないんですよね。2022年だっけ始まったのが。ウクライナの地域にいきなりロシア人が来て、で、そこを抑えて、そんなことは国際社会が許すわけがないんだから、そんなことありえないよねって言ってるけど、普通にまだ占領されたままなんですよ。で、占領された地域の人たちは虐殺されたりとか、拉致られたりとかっていうのになってるんですよ。なので、それがならないっていうふうになぜ断言できるのかっていうのが、頭がぴょんとしてる人が言ってるっていうね。何の説得力もない。クリミアはもっと前ですね。はい。そんなことするわけないよねっていうのが、本当にしないっていう確証がないんですよ。日本人の常識でするわけないと思ってるんですけど、日本海側って核を持っている国連常任理事国のロシアと中国と、あと核を持っていて国連の勧告とかに従いませんっていう北朝鮮、核持ってるけどもう他国に戦争の侵略を仕掛けましたっていうロシアと、核を持っていて国連の決議には従いませんっていう北朝鮮と、核を持っていて他の国の地域の領海とか取りまくってますっていうのが3カ国が日本海側に領土があるんですよ。めちゃくちゃ怖いじゃないですか。っていう状態で能登をほっといてもいいよね、復興しなくてもいいよねって言ってるっていう人たちがなんなんっていうふうに僕は思うんですけど、なかなかねそういうの伝わんないですよね。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。